おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日も質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。2点、3点かもしれません。いつも楽しく YouTube 拝見させていただいています。その中で季節によるネックの挙動を説明されている動画を拝見しました。夏は逆反りで弦高低く、冬はその逆とのことですが、我が家のギター7本すべて夏は順反りします。これは木材比倍ほどの旋包丁を持つ鉄のロッドが温度によって相対的にたくさん伸びることで効きが甘くなるからだと思っています。逆の見解を述べている理由は夏冬一定温度下で湿度変化によって起こる現象ということでしょうか。それとも弦の張力がかからない無負荷状態でのことでしょうか。こういうご質問をいただきました。ありがとうございます。ですね、以前の動画で私が夏場はネックっていうのは逆反りになりやすくて、冬場っていうのは順反りになる割合が多いっていう話をしたんですね。なぜそういう風に思っているかって言いますと、経験上からです。梅雨時期とかすごく湿気が多い時期っていうのは逆反りのネックをよく見かけることが多いんですよ。あくまで経験上からですよ。冬場のカランカランに乾燥した時期っていうのはその逆に順反りになってしまった。しかもかなり順反りになっちゃったっていうような相談が多いというふうに感じてるんですね。で、もう一個ありまして、2月にお預かりして修理をして、完成しましたよって電話をして、お客様によっては事情によって例えば1ヶ月後とか1ヶ月半後ぐらいに取りに来られるお客さんっていうのもいらっしゃるんですよね、実際。例えば2月にちゃんとネック調整をしてまっすぐにしたとしても、いざ引き渡しの3月の中頃とか引っ張り出してこうチェックしてみると、ネックが少し逆反りになってたりすることがあるんですね。なので、そういうことからも湿度が増えるとネックっていうのは逆に反るんだなっていうのを経験上から学びました。学んだっていう言い方はおかしいかもしれないですけれど、私の経験してきた中ではそういうケースが多かったっていうことですね。ちなみに工房の環境っていうのは、夏場はエアコンは24時間かけっぱなしで、除湿機ももうフル稼働させてるので、だいたい60% 以上にはならないぐらいの環境なんですよ。一方冬場っていうのは特に加湿器とかそういうものは使ってないです。つまり冬場は 30% とか 30% 以下とかのカラカラな時期っていうのは工房の中もそういう環境になってます。ですから今言った2月に完成して、3月半ばぐらいに返却しましたよっていう時には工房の湿度も 30% 台だったものが 50%、55% とかっていう風に湿度が変わってるっていうことです。で、あと逆に定期的に調整に出されるお客さんっていうのもいらっしゃるんですよ。夏場とかロッド調整してまっすぐにしたんですけれど、冬場になってきたら、順反りになってました。調整してくださいっていうようなご相談もよくあります。ただ、以前の動画で8割9割方はそうですよっていうふうに話しましたけれど、これは間違いかもしれないですね。私の思い込みがあると思います。今こうやって考えて、もう一度考えてみると。で、それからあとトラスロットの熱膨張率ですよね。このトラスロットっていうのは金属でできてますので、熱による膨張があるっていうことですね。このトラスロット自体が熱によって膨張するっていうことは、イコールトラスロットの効きが弱くなるっていうことです。ですから、この考え方自体は非常にその通りだと思いますね。ちなみに金属の熱膨張率を自動で計算してくれるサイトがあったので、そこで計算してみたんですけれど、材質はステンレス鋼、トラスロット、おそらくステンレスだと思いますので、ステンレスで、計算しました。で、長さは400ミリぐらいですね。下が10度。
気温10度の時と、気温が上が30度の時で、どのぐらい長さが違うかっていうのを計算してみたところ 0.14 ミリでした。でその 0.14 ミリっていうのをじゃあ実際どのぐらいトラスロットを回せば 0.14 ミリぐらいなのかなっていうのがちょっと気になったので、こんな風なものすごく大雑把なんですけれど 0.14 ミリのシムをこういう風に挟んでみて、このシムを外した時にトラスロットがどのぐらい回るのかっていうのを調べてみたところ、約45度ぐらいは回りましたね。トラスロットって効くものっていうのは45度こう回転させただけでも結構ネックって変化しますから、この熱膨張率、トラスロットが伸びることによってネックに変化が起きるっていう考え方自体はまあそうですね、なるほどみたいな、そんな感じですね。私もあんまりそっちの方向からは考えたことがなかったので、すごくこう、確かに言われてみればそうだなっていうことです。はい。ということで、ネックっていうのは逆反りにしろ順反りにしろ変化したらその都度調整してまっすぐにしましょうっていうことですね。はい。お粗末様でした。よろしいでしょうか、こんな感じで。はい、続いてもう1点取り上げたいと思います。はじめまして、最近こちらを発見しまして楽しく拝見しています。さて、私がずっと気になっていますのは BC リッチやリッケンバッカーのようなスルーネック構造が理論的には原振動のロスがなく良い音が出るであろうに、世の中的には全く普及していないのはなぜかです。コストがかかるとか修理しにくいとかはあると思いますが、良い音さえ出ればギターフリークは放っておかないと思うのですが、その点はいかがお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。このようなご質問をいただきました。そうですよね。言われてみればあんまりスルーネックって見かけないといえば見かけないですよね。私の場合は修理屋さんなので正確には答えられないです。こういった質問はむしろ制作する側に質問した方がいいですね。あくまで私の想像からなんですけれど、この方がおっしゃってる通り手間がかかります。要はスルーネック構造ってヘッドの先端からボディの端まで結構長いじゃないですか。ベースともなればものすごい長さですよね。で最初からその長さの状態を作業しなければいけないんですよ。制作する時に場所も取りますし大変だっていうのは専門学校でこのスルーネック構造のギターを作っていた友達をね見た時にうわー大変そうだなっていうのは感じました。正直金額が高くなるっていうのは想像できるんですよ。でじゃあそれに対してそれに見合うだけの良いサウンドが出るかっていうとそんな違いは出ないと思うんですよね。変な話セットネックで十分じゃないかっていう、そういったことからおそらく、あんまり普及していないんじゃないかなっていう気がします。でそうですね、あとは割とハイエンドなベース多弦ベースとか個人制作家がもうそれこそ100万円以上とかスルーネックの構造っていうのは見かけますね。あとやっぱりその見た目がねいいじゃないですか。ボディの真ん中にこうネックがこうズドーンと入ってますよみたいな、そういうそういった感じですね。ちなみに BC リッチはスイッチがいっぱいついてて配線は厄介ですよね。はい、ということで正直なところあまり深くは考えたことがないのでこの程度の意見しか私は話すことができません。はい、今回はなかなか歯切れが悪いですね。ということで簡単に答えられる質問を最後にご紹介したいと思います。
塗装に関する話ですね。はじめまして、いつもためになる動画をありがとうございます。今回塗装に関して質問させていただきます。所有しているリッケンバッカー330が演奏時に手にベタベタくっつく、クロスで磨くとクロスの跡が残る、ハードケースに入れておくとケース内張りの繊維がくっつくといった状態になりました。ラッカー塗装面の軟化であろうと思われます。リッケンバッカーは正確にはラッカーではないが、取り扱う際はラッカーと同等の扱いが望ましいと言われているそうですが、当時無知な私は憧れのリッケンを手に入れたのが嬉しく、夏の暑い室内で汗だくになりながら上半身裸でジャカジャカかき鳴らしておりました。ネットで調べた結果、軟化したラッカー塗装面の再効果が期待できると言われるフリーダム社のポリッシュも試してみましたが、磨いた直後は一時的にサラサラになるのですが、時間が経てばまたベタベタとしてきます。再塗装すれば問題解決だとは思うのですが、全体の再塗装となるとそれなりにいい金額がかかるようですので躊躇しております。こういった軟化したラッカー塗装面への対処法が何かあれば、教えてくださいというご質問ですね。はい、ですね、先に結論を言いますと、何も方法がありません。効果不良ですよね、要は。一旦その元の塗装を、完全に剥がして、生地まで完全に剥がして、もう一回再塗装するしか方法がないです。原因は、はっきりとは、100% はっきりとは分かんないんですけれど、吹き付けた塗料が効果不良、つまり完全に固まんない状態が原因なんですよね。ラッカー塗装の場合だとクリアラッカーってありますよね。いわゆるトップコート。年月が経った古いクリアラッカーを使うと乾いたなと思っても、その後なんとなくこうベタベタするというか、そういう感じになります。効果不良みたいな感じになります。ラッカーのトップコート、クリアラッカーに関しては、なるべく新鮮な、生きのいい、塗料を使うように心がけています。例えば3年も4年も経ったような、押し入れにしまってたような、そういうラッカー塗料っていうのはあんまり使わない方がいいと思います。もちろんそういう塗料が全部効果不良を起こすかっていうと、そうとも限らないので、念のためですね。できる限り新しい塗料を使った方がいいですっていうことです。ポリ塗装に関しては、ポリの場合は A 液と B 液があって、A 液が2だとして、B 液を1とか、2対1の割合で混ぜるとかっていう、そういう使い方をするんですけれど、時間が経つと化学的な変化によって塗料が硬化するっていう、そういう塗料ですね。ポリ塗装っていうのは。ポリウレタンもそうですし、ポリエステルもそうですね。もしその配合を間違えたとすると、例えば2対1のところを、主材が2で、硬化液が1とかなんですけれど、この1を例えば 0.5 とか、割合を間違えて混ぜてしまうと、試したことはないですけれど、何日経っても完全に硬化しきんないっていうことは起こると思います。エポキシ樹脂もそうですよね。配合を間違えたりすると、そういった効果不良を起こしますよね。それと同じですね。で、あともう一つ、タバコを吸う人。あとは汗、手垢とか、脇の下の汗とかが、このボディのこの辺って汚れるじゃないですか。もう全体がタバコのヤニで覆われてるようなギターとかってたまに見かけることがあるんですよ。そういうギターっていうのはポリッシュを使ってクロスでこうサッと拭いた瞬間にその汚れとかヤニがですね、ぐわってこう白く濁ったりして、あたかもそのポリッシュとかが原因でそういう風に白く濁ったんじゃないかっていう風に焦る方っていらっしゃるんですけれど、あれはですね、丹念にこう何回も何回もクロスで磨いていくと、そのヤニとか汚れが全部こう綺麗に取れて、下から綺麗な面が、ツヤツヤのピカピカの面が出てくることっていうのはよくあります。で、もちろんそういった中にも本当にラッカーのね、塗装面の効果不良
を起こしていて軟化していて、いくらこうやってクロスで磨いてもなかなかそのクロスの跡というか白い濁りというかそういった跡が取りきれないものも存在します。なのでそうですね、ヘビースモーカーの方とかは、あんまりラッカーの塗装面に対していいとは思わないので、汚れも同じなんですけれど、定期的に汗とかそういう汚れっていうのはポリッシュを使って拭いてあげた方がいいと思います。空拭きでもいいと思いますので、基本的なメンテナンスはした方がいいかなと思います。ご質問の、ベタベタくっつくというケースはですね、どうにもなりませんので、潔く諦めて、全塗装するしかないと思います。はい、ということで以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。